吉野さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は伐採の時に使う道具をちょっと紹介しときたいと思います。俺たちは常時やってるんですけどね、みんな知らない人が多いと思うんで、ちょっと紹介をしたいと思います。まず最初にそのヘルメットですけど、はい。これちょっと色がいいんですけど、外国製でこう下ろすとイヤーマフラーがここついてるのと、それとこう伐採をするときにゴミが飛んだり木の粉が飛んでくるんで、ガードがついてるもので、割とコンパクトにできてて軽い品物です。が作業するにも無駄な重さがないので使いやすいヘルメットですね。で上から落下物が落ちてきたりっていうのを一番防ぐんですけど、木っていうのは枝があったりとか、いろんな木がかぶさってたりとか、枝が枯れてたりするんで、その衝撃によって上から落ちてくる可能性が十分にありますので、やっぱりヘルメットはもうちゃんとつけないと、作業ができないっていうか、安全第一でつけてる状態ですね。日本はもう北海道の店舗の人が輸入してるみたいなんですけど、そこ一括で結構いい値段がします。で続いてやっぱ安全を守るためにこの防護服があります。でこれをすね当てですけどはめることによって、チェーンソーがもしこの辺りに当たった時に、これ傷があるんですけど、糸が出てきてチェーンソーの刃が自動的に止まるようになってます。で割とチェーンソーを使う時に膝とか、ももとかそういうところに割と刃が当たりやすいので、こういう防護をして作業しないと今はもう作業ができないように規定がなされております。で割とズボン製じゃなくて動きやすいんで、うちはこれを使ってるところですかね。中は何でできてる？中は特殊な繊維が入ってるみたいですね、綿みたいな。でこれにチェーンソーの刃が巻き込むとチェーンソーは自動的に止まるようになってる、そういうのが入ってる。だから足が直接切れない。自分も失敗して足を切ったことがあるんですけど、刃が二重について深いんですよね。割と一つじゃなくて両方から刃が出てるんで、だから割と治りにくい、で危ないですので、やっぱこれをして作業することが大事ですかね。続いて伐採をする時の小物っていうか矢ですよねを紹介します。大きいのと小さいの安全くさびで、黄色くて落ちてもすぐ見つかる、そんなので、それと傷になってるんですけど、チェーンソーで切っても刃が剥げない、そういう硬さになってます。最初自分たちがやる頃には鉄の矢とか木で作った矢とかを使ってたんですけど、今はこのプラスチック製で使いやすい、そして軽くて丈夫なやつがありますので、これでやってます。でなんで3つも持ってるんですかって、1個でいいじゃないですかって言うんですけど、木が大きくなってくると矢がだんだん入りにくくなってくるんですよね。だから1個打ち込んどいて、またこっちも打ち込んで、両方交互に入れていったりで、それでも硬い時には3本入れといて
少しずつ打っていけばこうだんだん起きてくる。1本だけじゃその重くてなかなか浮き上がらすことはできないので、3つあればだいたいのはこう起こせるっていうか倒せる状態になるかなと思います。でやっぱこれをこう打つ時にいきなりもう切れる寸前までこう持っていくとこっちに重心がかかってきてなかなか矢が入っていかないので、大きい木は特に少しずつ切りながら打っていく、少しずつ切りながら打っていくしながらこう重心がこっち傾かないように少しずつこう起こしていって、で最後はもう矢だけでこう倒して、そしてさっと対比するみたいな感じですかね。これが矢を打つトンカチなんですけど、昔はよきって言ってこっち側にこう刃物がついてたのがあったんですけど、今はもうほとんどその刃物は使わないので、このトンカチを使って矢をこう打ち込んでいる状態ですかね。伐採中重たくないんですかね、その道具袋の中に。いや重たいので、必要な時に必要な量つか本当は2本ぐらいずつ常時で持ってるんですけど、木によって大きい木がある時には3本ぐらいで、全部もう傾いてて矢が必要ないような木だともう矢はちょっと避けといて、形も避けといて、もうただチェーンソーだけでっていう感じでやってます。なるほどですね。次はこうメジャーですね。これがものすごく便利なんですよね。これこう腰につけてて、木にこうこの先がこう尖ってるんですけど、これをこう測りたいところにポンとこう引っ掛けて、そしてずっと引いていくんですよね。そして4メーターぐらいのところにこう印をつけて、終わったらこっちをポーンと弾けば自動的にこうやって戻ってくるっていう、これはハスクが出してるメジャーなんですけど、これが15メーターぐらいまで測れる。前はこう寸剣棒っていって2メーター棒を持ってこう測りながらやってたりしたんですけど、これがあるとそう簡単にこう向こうからセットしてずっと順番にこうつけていって、終わったらもうただポッと上げて戻ってくるので、コンパクトで便利な品物ですね。そしてこれがヤスリとヤスリ当てですかね。チェーンソーをやるときに使う目立て器具ですね。こうやって当てて動かすんですけど、なかなかこうチェーンソーの刃ってこう角度が決まってるんですよ、ある程度。で丸ヤスリだけだとなかなかこう人間の手ってこう手元が狂いやすいんですけど、これはここに当てて、ここにちょっとこう印もあるんですけど、合わせてこう押していけばもう確実にその同じような解き方ができるっていう感じ。チェーンソーを使う中で一番大事なのはチェーンソーの整備もそうなんですけど、一番はその刃をいかに切れる刃に研ぎ上げるかっていうことが仕事もはかどるし安全でもある、自分が思うようにこうチェーンソーを使える
一つの条件ですので、やっぱこのハトギを切れるようにするっていうのはもう本当一番大事な仕事の一つですかね。チェーンソーの中で一つ刃も整備しないといけないんですけど、こうエアークリーナーって言って中にこうハスクの場合のちょっと説明しますけど、この中にエアを吸い込む時にこうゴミをここでうまくカットしてくれるエアークリーナーっていうのがあります。ここはダイヤフラムで空気と燃料がここから送り込まれてエンジンに入っていって、プラグで点火して、そしてエンジンが回るっていう、そんな具合になってます。でこの部分が一番空気を入れるところですけど、ゴミが入るとこのダイヤフラムの中にゴミが詰まったりとか、そうやってこう故障を起こしたりするんで、これでカバーをしてきれいな空気だけ入れるように、でゴミはここで収集してっていう感じでやってます。これもきれいにこうゴミを時々は取ってあげながらやっていくっていう整備をしていくような感じですかね。これクリーナー詰まっちゃうとエンジンかかんないですか？もかかりが悪くなりますね。もう状態が悪くなってきますわ。だからかからなくなったりとか、音がこう上がったりとか、エンジンがこう高くなったりとかしますんで、きれいに取ってやるとまたこう吸入も良くなってくるような感じですかね。あとは道具入れですかね。工具入れですわ。これも丈夫でコンパクトな感じが、物が結構重たいものが入ってるんで落ちないように、そして丈夫で濡れても大丈夫なような感じのものを使ってます。この汚いリュックサックですね。これだけど便利なんですよ。燃料を入れたりとか道具を入れたりするんですけど、これを背負うことによってだいたい山の中ってこう道が悪いとことか場所が悪いとこが結構多いんですけど、もうチェーンソーを持ってこれを軽って、でこれを腰につけて歩いていけばもうどこでも行っても仕事ができるっていう感じで、このリュックがあることによっていちいちこう燃料を取りに行ったりとかしなくても近くに置いてあるから、半日分ぐらいはこれに背負って燃料をして現場に伐採とかをするような感じでやってますね。だいたいこんな感じですかね。7つ道具ですね。